塔の家は今年の4月に東京都の歴史的建造物っていう指定を受けました。基本三角形に近い形になってます。いろんな方がお見えになってますし、あと有名になられた建築家の学生時代にいらしてたりとか、東理恵です。建築家です。建築家になってから30年ちょっとでしょうかね。星の家としては今海外も入れると6軒ができています。父は東孝光です。で、塔の家が最初の父の自分のプロジェクトです。まだ30代前半の頃だと思います。1966年ですかね。当時父の事務所は最初はここの下で1階で始めましたけど、歩いて、行って晩ご飯には帰ってこれてまた事務所に行けるような、そういう食住接近の、暮らし方をしたいということで塔の家っていうのにこだわって建てました。6坪ぐらいで建坪、部屋で建てられるところが 3.6 坪、地上5階地下1階です。1階がガレージ、2階が今いるリビングダイニングキッチン、こちらに父、私、母で、椅子を出してきて、それで食事をしてました。で、食事が終わると椅子を元の位置に戻して、リビングが壁際の方になります。で、母がだいたいここで一人で料理をしていて、で外が見ながら料理ができるとよく言ってました。で、3階が吹き抜けと水回り、4階がメインの寝室。3人で暮らしてた時は両親の部屋でした。日曜日とかはよくお昼頃の一番日が差して気持ちのいいとこなので、私もこの上で本読んだりしてました。これは父の写真です。3年前に亡くなりまして、84かな。学生時代は喧嘩になるんで、あんまりお互い意見言わないっていう感じでしたけど、一緒に仕事をするようになっていろいろと学んだと思ってます。5階が、子供部屋とバルコニーです。一番上に引っ越した時から私の部屋で住んでました。ここに机があって、ここに座って空を見ながら勉強ができる場所でした。塔の家1枚も扉がないのだけど不便はないですね。例えば母が洗濯物を干しにバルコニー行く時はトントントンっていう足音が聞こえてくるので、来るなってすぐ分かるんですね。で、お客さんが来てたり、両親が下でテレビ見てて私が勉強してても音が大きかったら音小さくしてって上から怒鳴ったり、ご飯ができたらご飯ができたわよって声かける。3人家族の思い出がこの場所にあるので、やっぱり家族の一部の家族の一人のような感じがしています。塔の家の良さっていうのは面積的には狭いんですけれど、空間が広がるというか、南側に向かっては必ず開口があって、それから違ったところには視線がどんどん抜けていく窓があって、階段を回りながらどんどん風景が切り取られていくので、圧迫感を感じずに、すごく都市に面してるんだけどちょっと守るような中間の空間を作っているっていうのが大きいと思います。この家ができた後にここに並木が立っていて、内部空間が四季を感じたり空間の豊かさを感じれるような、そういう家だと思います。6歳から住んでるので何も変わってないんです。水道のこの蛇口のとこだけは新しい、それぐらいです。
物理的な広さと実際に感じる広さってイコールではないっていうことを知っていただきたいと思うんですね。豊かさっていうのは数字に置き換えられないので、広さにこだわらずにいい家ができるんじゃないのかなと思います。お金をかけてもいい家になるとは限らないです。賢さが必要ですね。どう使ってるかっていうことが大事だと思います。50年も同じ家に住むと分かるんですけど、設備とか家電とか家具はいくらでも変えられるんですね。だけどベースになる空間は変えられないの。そこが豊かに作られていると何十年も楽しんでいける。それは父が言っていたことで、都市に住んでいるのは家の中で全部機能を満たすんじゃなくて、街の中にそういった場所を作っていけばいいと。例えば本がたくさん置けないんであれば図書館だって近いんだし、冷蔵庫が小さければ毎日近所に買いに行けばいいと。新鮮なものが買えるっていうような、都市に住むってことはその時代を常に感じながら刺激を受ける。だからそれが都市の街の中の暮らし方なんだっていうことだと思います。